フレブルの男の子って例えるなら小さな怪獣ですよね。遊びもいたずらもいびきも暴れ方もまさに小さな怪獣を相手にしているような感じになります。三部比のパパです。フレンチブルドッグを飼い始めて18年目。アラカンの59歳です。前回はフレブルの男の子と女の子の違いをお話しする前提として、僕がオス嫌いを克服してブリンドルの男の子を衝動買いしてしまったエピソードをお話ししました。男の子をお迎えしたことで我が家は女2、男1の三部比多頭飼いが始まって、これ以降は男女どちらもいる状況が続いています。今回の後編ではフレブルの女の子と男の子について、僕が一緒に暮らしてきた中で感じた性別の違いや飼いやすさについて、体格と見た目、飼い主とのコミュニケーション、日常の行動といった3つの視点からお話しします。これ結論から言うと、初めて飼うなら男の子、多頭飼い前提なら最初は女の子です。これが18年一緒に暮らしてきた僕の答えです。ただこれはあくまで僕の主観になりますから、一般によく言われていることと違ったり好みなんかもありますんで、一つの見解として見ていただければと思います。ではなぜその答えなのかをこれからお話しします。どうぞ最後までご覧ください。まずは体格と見た目です。一般的には男の子の方が大きくてがっしりしていて頭が大きくて、女の子はそれほどでもないって言われてます。動物ってなんか大体そうですよね。だけどここにひまわりと蘭丸がねいますけど、どうでしょう、違い分かりますか？この2人はいつもね兄弟に間違われるんですけど、どちらが男の子女の子かっていうのはわからない人がね多いです。よく見るとひまわりの方が顔がね少し小さいんですけど、そんな程度ですね。体重は 500g ぐらい蘭丸の方が重いです。ただ見た目ではねさほど変わらないですね。どうも体格的なところっていうのは男の子女の子というよりも個体差の方が大きいんだと思います。ただ違いがあるのは感触ですね。男の子は筋肉質だから抱っこするとやっぱり硬い感触があるんですけど、女の子は柔らかいです。でも男の子もねシニアになると筋肉がねなくなってくるんでね柔らかくなりますね。あとは僕の印象では男の子の方が顔に迫力があると感じていて、女の子の方が優しい顔をしているように思います。ということで、体格と見た目の違いの結論としては、男女の違いというより個体差が大きいです。あと顔つきが優しいのが好きなら女の子ですね。次は飼い主とのコミュニケーションという視点ですが、一般には男の子は甘えん坊でテンションが高くて寂しがり屋でスイッチが入りやすくて
単純で調子に乗るタイプが多いって言われます。なんかね、散々な言われようですよね。それで女の子は結構クールで穏やかで、あまりベタベタしなくて、一人でいても気にしないようなタイプが多いようです。で、これを我が家に置き換えてみるとですね、完全に当てはまってます。うちは最初は女の子2匹の多頭飼いで、いたずらとかそういうのはねあったとしても、まったりとそれこそ猫と同じような感じでコミュニケーションしてました。だからフレブルの魅力で僕が猫の印象を持ったのは女の子によるものです。それはですね、この2匹の中に男の子をお迎えしたらガラッと世界が変わってしまったんです。男の子ってね、こんなにもね甘えるのかってすごくびっくりしました。これね、本当にね女の子とのね大きなギャップでしたね。もう甘え方がグイ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 来て半端なかったです。絶えず構ってあげないといけないくらいに甘えてきますよね。それと後追いするのも決まって男の子でした。フレブルの男の子って例えるならこう小さな怪獣ですよね。遊びもいたずらもいびきも暴れ方もまさに小さな怪獣を相手にしているような感じになります。で、今お話ししたのはね、全部うちのボンのことです。今はもうシニアでねおじいちゃんになっちゃいましたけど、それでもね甘ったれなところは全然変わりません。まだねおじいちゃん怪獣です。で、このランマルは結構男の子としては優等生タイプなんですけど、お調子者なところと暴れ方はやっぱり怪獣なんです。ひまわりはそこまで猫っぽくないんですが、女の子の要素はほぼ当てはまってます。ということで、飼い主とのコミュニケーションとしての結論は、猫っぽいのが好きなら女の子、怪獣が欲しければ男の子ってところでしょうか。最後に日常の行動という視点ですが、いろんな場面がありますけど、これは散歩のことです。僕としてはこの散歩に男の子と女の子の違いを大きく感じることが多いんです。三部比を連れて散歩していると、男の子のボンとランマルは飼い主の言うこと、僕の言うことですね、やることはね大体分かってるんで、察しながらね散歩してくれるんですね。でもね、それに対して女の子のひまわりはね、もう言うこと聞く気もなければね察しもしないし、自分の好きなように散歩してます。具体的にどんな好き勝手するかっていうと、誰かが通りかかると後をついていく。遠くにね人影を見つけると近づいてくるまでねずっと待ってね、てこでも動かないんです。あとはね、嫌いな散歩コースだとその道に入った途端に歩かなくなっちゃいますね。うちも一緒だってうなずいてる方もねいらっしゃるんじゃないでしょうか。嫌いな散歩コースだと歩かないっていうのは男の子でもたまにあるんですが、リードを引っ張ればちゃんと歩いてくれます。声をかけてもね動いてくれたりするんで。で、これ男の子はねおそらく群れのねボスである飼い主の言うことは聞かなきゃならないっていう本能がね働くんでしょうかね。でも女の子はそうはいかないみたいです。最初の女の子お嬢もね同じでした。もう動かないんでね、もうしょうがないんで抱っこして帰らなきゃいけないってことがねすごく多かったですね。フレブラはもう本当男女どちらもね頑固なところありますけれど、女の子の方がねより頑固っていうか、自分の世界を持ってるように僕は思います。で、余談なんですけど、うちの妻もね散歩行く時にねひまわりと行くとね、そういうのがあるんですごく疲れるって言ってねちょっと嫌がりますね。ということで、日常の行動としての結論は、
飼い主に寄り添ってくれるのは男の子、気ままで頑固なのは女の子となります。さて今回はフレブルの男の子と女の子の違いを僕の実体験としてお話ししました。改めて僕の結論なんですけど、多頭飼いをするつもりがないのであれば男の子ですね。その理由は世間がイメージするフレブルらしさって僕はやっぱり小さな怪獣だと思うんです。だからそれを求めるんであれば男の子ですね。皆さんがフレブルを飼いたいって思った動機がねあると思うんですけど、それがね当てはまるのは男の子なのか女の子なのかっていうのをねよく確認してみてください。また将来多頭飼いするつもりがあるのであれば最初は女の子の方がいいと僕は思います。これは我が家の経験で、正直に言うと先住犬が男の子の時はかなり気を使いました。なぜなら男の子の場合は飼い主への甘えや依存がねすごく強いんで、新しい子に対する嫉妬とか不安とかで関係が安定するまですごく時間がかかるからです。逆に先住犬が女の子の場合、これは我が家では3回ほどねあったんですけど、全てにおいてウェルカムでした。ただねこれはねやっぱりあくまでね僕の経験上のことですので、正解っていうわけではありませんので鵜呑みにはしないでくださいね。さて皆さんは男の子派か女の子派か、あなたならどっちのフレブルと暮らしたいと思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。ここはきっと意見が分かれると思ってます。またこのチャンネルを少しでも面白いと感じていただけましたら、チャンネル登録やいいねをしていただけますととても励みになります。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。